で、2部ではですね、新しい授業モデルに教員養成はどのように対応するべきかということについて対話を行っていけたらと思っています。第2部から岡山大学教育学研究科の宮本先生にご参加をいただきます。宮本先生は、広島大学附属中高等学校で国語科の教諭をされておりまして、その後大学に出られまして、現在岡山大学で教師教育に当たられております。では、新しい事業モデルということですけれども、様々なことが言われている。そして事業も変わってきている。こうした状況において、教員養成で教師教育者が学生に示す、または求める事業の在り方ということについては変わっているのか、いや、変わっていないのかどうなのかということに、変わるべきか、変わらないべきかも多分ありますよね、実際のところ。そのあたりの論点について対話を行っていけたらと思っています。はい、それでは早速話題提供に入っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。私はですね、まず私自身の授業モデルというのは明確に転換したというそういう経験があります。だけれどもそれを自分が転換したからといって、教員養成でも転換したかというとそうではないですね。やっぱり時間が差というのが、ありました。最初の転換というのはやっぱり、大学に入ってからだと思うんですね。でその時に何が、大きなモデルになったかというと武田恒夫さんの「大蔵じいさんとがん」の授業ですね。これさっき授業記録のことを河合先生に言われましたけども、その授業記録を読んでこういう授業がしたいなっていうふうに思いました。それはやっぱり話し合いによって文学の読みを深めていくっていうものだったわけです。でもそれではいけないんだなというか、そうじゃないものにしていくべきだなっていうふうに思ったのは教育道学習との出会いということで、もう大学に就職して前任の島根大学にいた時のことでした。同僚の先生から紹介してもらって、学習者による自律的な学習というものを見たということです。これがやっぱりこれから必要だっていうふうに思いました。でじゃあそれを実際に教員養成というか大学の授業の中でどう示していくのかっていうふうに言った時に、宮本先生にしてもらった授業というのが一つの大きなモデルになったということが、あります。でアクティブラーニングがその後は話題になってきましたけれども、それはそのモデルの延長線上で考えれば良かったことっていうふうに捉えてます。この宮本先生のおかげでこういうことが示せるようになったというのが私自身の授業モデルの転換から、学生の授業モデルの転換っていうを実現しようっていうそういう具体的な手がかりになったっていうようなところですね。ただそれが教育実習において、そのまま実現できるかというと、学生はどちらかというと武田恒夫的な授業モデルで授業をしている場合が多いんじゃないかなっていう。だからそれはやっぱり教師の成長とか知識とは何だろうとか、そういうような、エピステモロジーですよね、教師が持っている。転換がないとやっぱり真の意味での転換っていうのは難しいのかなっていう、そんなふうに私は思っております。はい、以上です。ありがとうございます。とても興味深いところですよね。宮本先生の事例をご提案いただけたらなというふうに思います。すいません。では、話を始めさせていただきます。私の方では、マセ先生の、話に続いてですね、私自身が新しい授業モデルへの転換をどう図っていったかということをちょっとまずお話をさせていただきたいと思います。で、新しい授業モデルって一体何なのかなということを考えていくと、おそらく学校改善や教科教育開発に向けた教師としての提案っていうことになるんだろうということを思うんです。そして、授業研究とは、その教師としての提案と挑戦の有効性を検証する場なのではないか
ということを考えています。こうした問題意識、問題の出発点を、まずは、共有していただけたらありがたいなということを思います。では、その、提案っていうのはどういうところから私が起こっているのかというと、私の問題意識としては、教科としての国語には、指導事項として規定された読むことの領域は存在しています。しかしながら、読むという行為自体があまり子どもたちにとって、面白いものになってないのではないかということを、常々思っていました。読むという行為自体は、楽しむため、学習のため、生活のためというふうに言われたりしますけれども、むしろ、コミュニケーションツール、つまり人間関係を築き、広げ、深めていくための読むことっていうのを位置づける必要があるのではないか。そう考えていくと、読むことっていうのは個人的な出来事ではなくて、むしろ社会的実践として共同的に読んでいくことっていうことが求められるのではないかなということを考えました。当然、授業も、松江先生の言葉を借りれば滝田恒夫風ではなくって、新しい授業の方に向かっていかないといけないのではないか。そう考えていくと、相互批評の中で読みを深めていくような授業っていうことができないかなということを考えました。それが、学習集団を小集団に区分けし、小集団過程を統合していく営みを形成していくっていうようなことです。具体的には、毎回気づきや、あるいは教師の問いに対して自分の読みや考えを書き、それを交流させていく。そして課題解決的なディスカッションを行っていくことで、ブッククラブのような展開を行いたいというふうに考えていくようになりました。おそらく、こうした授業はこれまでの、国語科の授業とは大きく違ってくるだろうということを思います。じゃあ、こうした、授業研究を軸とした、教師教育の視点ということで、私自身の、変容っていうのを考えていくと、まずは、教師としての違和感、問題意識っていうものが、その根底にあって、その課題解決のために新しい授業モデルを開発していった。つまり、モード1の研究として、私自身の課題解決がどうなされていったのかっていうことを捉え直していくっていうことが、一つ、大きなポイントになってくる、研究のポイントになってくるのかなということを思います。また、今度は授業研究という提案を行っていく中で、授業研究を通じた検証が他者から行われます。そして、その他者の評価を得て、授業研究の結果として再検証、つまり自分自身の教育観や授業観、あるいは学習観そのものを見直していくっていうことが、しっかりとなされていくような形になっていったと思います。こうした自己変容プロセスを記述していくこと、そのものが、研究の対象にもなり得るかなということを思います。そうした、課題解決のプロセスと、自己変容のプロセスをしっかり位置づけ直し、自分自身の教育観、あるいは授業観といったものを、見つめ直していく作業、そこに授業研究の、教師教育としての意味っていうのがあるのではないかなということを思っています。さあ、そんな中で、付属学校で当然教育実習生を、教えていくわけです。じゃあ、養成段階ですべきことって一体何なのか。それは、授業を読み解く力、あるいは構想する力、展開する力、評価をする力。この4つをしっかり身につけていくことであるというふうに考えました。じゃあ、そうした4つの力が、おそらく学び続ける教師としての体感になっていくだろう。授業研究を、軸にするということは、なぜそれが必要なのかというと、結局、教師は授業っていうところで様々な議論ができるからということを思うんですね。教科は違っても、この授業で子供たちこんなんだったよと、この教材の読みってこれでいいのかな、こういう扱いでいいのかなとかですね。授業を媒介にするからこそ議論ができるっていうことがあるのではないかなということを思います。で、そんな中で、実際付属のですね、教育実習に携わっていったときにですね、私大体一番最初に理想の教育授業はどんなことっていうのをですね、聞いていました。で、一番語ってほしい、力のつく授業っていうこと、今で言えば資質能力が高まるとか、育成できるということをですね、言ってくれないんですね。
でこれがあれとかって毎回思っていました。で、今実際現場に行ってですね、どんな授業をしたいですかって聞いたらですね、教育現場の先生方も付属に来る教育実習生と同じようなことをですね、言うんですね。じゃあ、そうした、実習に対して私はどう関わっていたのかというのを考えていくと、教師教育者としては基本的には、まずは、教育間、授業間の捉え直しっていうことを、目指してほしいなということを思っていました。例えば、学習指導過程、指導案を書いてもらえますけれども、指導案を見てもですね、あの、何を教えたい、何を考えさせたいから、こういうふうな順序でやっていってんのとかいうことはですね、明らかにならないんですね。ある意味、定式化されたものしか書いてこない。また、教材間や生徒間にしたって、ある一定のものしか書いてこない。むしろ、国語学力っていうものを通して、今の子供たちってどんなのかなということをですね、見極めてくれてないっていうようなことがですね、私は問題であるなということを思っていました。私自身思うことは何かというと、授業者の教育観、授業観、その取り直しをですね、参観者も行っていくことが必要なのではないかなということを思っています。授業研究っていうのは、基本的には校内研修の支柱としての役割を有しているなということを思います。ある意味で、学校で繰り広げられている、その学校の教師たちの共通する課題解決に向けて、行われる、授業のケーススタディであるというふうに思います。ただし、こうした授業、研究が行われなければならないのは、結局、学習指導要領の枠組みはあるけれども、授業自体は、教師の裁量によるところがかなり大きいというふうに思うんですね。じゃあ、そうした授業を支えていた授業間や教育間自体をちゃんと見つめ直して、そしてお互いに共有していきながら、より良いものを構築していくっていうことは、授業研究の一つの役割なのではないかなということを思います。要は、共同の知を追い求めるのが、授業研究の姿なのではないかなということを思います。当然、異なりっていうのもあっていいと思うんです。ただ、大切なことは何かというと、決して研究者の理論のダウンロードではないよっていうことです。そして、関与者の無意識、要するに暗黙知に降りていくことと、無意識から実践へと上り詰めていくような姿を描いていくこと。授業観や教育観を捉え直していくことっていうことが今求められるのではないかなということを思います。じゃあ、こうしたことを考えていくと、新しい授業モデルへの転換に教員要請はどのように応えるのかというのを考えていくと、おそらく、これまで通り私は、要請段階ですべきこととして、この4つの力というのを、重視しなければならないのではないかなということを思っています。特に、授業批評力、他人の授業を見てしっかりとですね、分析できる力、そしてその授業の背後にある授業観、教材観、あるいは、教育観ですね。そういったものを、捉え直していくような力というものが必要だろう。それがなければ、おそらく授業を構想すること、新しい授業モデルを構想することはできないのではないかなということを思います。授業をするだけではなくて、授業をしっかり観察できる。そうした様々な参加の仕方を構想していくこと、そしてそのことで授業力向上を目指していくっていうことが、今、求められることなのではないかなということを思います。えーまとまらないアップですが、以上で私の報告を終わらせていただきます。で、教員養成の役割ってなった時に、やっぱり宮本先生の言葉で印象的だったのは体感っていうところなんですけど、教員養成だと体感を育成するんだっていう。で、増先生の方はどちらかというと、教科感が当たり前だと思ってて、学生が持っている教科感を揺さぶることっていうことだったと思うんですけど、なんか共通しておそらくその体感っていうか教科感を問い直し続けることとかもありましたし、あとは宮本先生の中では授業批評力だったように、他人の授業を見たときに教科感が引き出せるようにすることも大事だ。それがいわば自分の教科感を問い直すことのまさに問い直し続けるための体感になるからだと思うんですけど、
で、ちょっとまずお二人にご質問させていただきたいのが、他のあり方、例えばよく使われるのはアクションリサーチだと思うんですよね。何か学校の課題があって、それをどうアクションで解決していくかっていうのもあると思うんですけど、そうではなくて授業研究っていうアプローチがこの教員養成で特に効果的だと思われる理由みたいなのがあったら教えていただきたいなというふうに思いました。何かで勉強したとか、授業記録を読んで分かったとか、自分はこういうふうな授業をしたいっていうことがあったからといって、授業が実際にそうなるとは限らない。じゃあそれを、次につなげていくためには、やっぱりその授業研究というあり方でしかやり遂げられないんじゃないかなっていうふうに思います。宮本先生いかがでしょうか。授業研究っていうことを考えたときに、その授業を体験する、やることにそれほど意味はないんじゃないかなと私は実は思ってるんですね、最近。要するに、何回も何回も授業をしたって、下手な人は下手って言っちゃいけませんけれども、考えられないですね。結局、現場とか行っても授業を評価できないんですね。先生たちは。で、いうのは目が輝いていたとかっていうから、とかってなったりするわけで、むしろ大切なことは、授業をしっかりと評価できる。そして、授業者としても評価できるっていうこと。じゃあ、そう考えていくと、教員養成においては、授業を正当に評価する力って一体何なのっていうことをもう一度確認していく。そしてそれをちゃんと整理していくことっていうのが求められてるんじゃないかなということを思うんですね。やったこと、そして構想したこと、その間で授業がどうだったのかっていうことをしっかり見つめて正当に評価するっていうこと。それが本来的な授業研究なのではないかなということを思うので、以上です。ありがとうございます。関連するところで質問が来ていますね。他の授業研究による教員養成、教師教育は国語科の授業の研究によってしかできないのでしょうか。体幹を鍛えるという意味では、他教科の授業を見るということなんかでも、または日本以外の国の読みの授業を見ていくということでも、視野は、見る目は広がっていくんですかという質問がまず出ているかと思います。国語科の授業でしかできないのかということですけれども、国語科の授業の研究によってしかできないのかということですが、私はできると思っています。実際ですね、他教科の授業を見ていくことによって、自分の教科っていうものの特質とか、あるいは異質性ですね。数学科の論理的思考と国語科の論理的思考って、やっぱり重なるところもあるけど違うところもある。では、そうしたものっていうのをしっかり見ていくことによって、自分の教科、例えば国語なら国語っていうものの、授業特性、あるいは、身につけさせたいものの、特性っていうものが明らかになってくるのではないかなということを思います。私今、付属小学校に兼務で行っていて、いろいろな教科の授業を見る機会っていうのが実際に、あるわけですけれども、できるかできないかっていうことで言えば、できる時もあれば外れるというか、なんか違うことを研究しちゃうこともあるのかなっていうことはちょっと思ったりします。なるほど。確かに、だからこの問いはイエスってことですよね。国語科の授業研究による教員養成は国語の授業以外でもできるけど、それが、授業研究って相互作用的なので、つまりその他の方にとってどうなのかって言われると、若干派手なマークの時もあるっていう感じなんですか。そうですね。それがあとまた国語のことに直接返ってくるかっていうと、必ずしもそうではないけれども、授業研究力はもちろんそういうものを見ていかないと逆に高まらないというか、解釈力はそうですね。やはり授業研究、教員養成における授業研究っていうものが、やはり学校の見えてる課題をみんなで解決していくための攻略としての授業研究ではなくて、もっとやっぱりその背景にあるこれから先の授業を見る批評するための視点ですとか、やっぱりその自分自身がその素朴に培ってきたものをもう一回振り返られることっていうのをやっぱり実践を通して振り返ったり見ていくっていうことがやっぱこの教員養成における授業研究の一つの重要な点なんだなっていうことは見えてきました。今回はですね、やっぱり教員養成とある意味現場の授業研究と分けるべきっていうのが割とここら辺の違う役割があるのではないかってことを前提にお話しさせていただいたんですけど、
もちろんそれに対する異論っていうのも当然お持ちの方おられると思うんですよね。やっぱりもっと接続するべき、いやこんなリアルな問題があるんだよみたいなことも出てくると思いますので、そのあたりもぜひまた今後も継続的にですね議論させていただければなと思います。以上で会を締めさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。